こんにちは、アルチャンネルです。今回は禅シンプル生活のすすめ。著者は曹洞宗建光寺増野俊明ご住職、多摩美術大学の教授もされています。一日一つすぐにできる心の洗い方、早速ご紹介していきましょう。神社やお寺に出向き、静まり返った庭を眺める。汗を流して山に登り、頂上からの景色を一望する。青く透き通った海を前に、ただゆっくりと佇む。慌ただしい日常を離れ、非日常に身を置いた瞬間、心が洗われるような気持ちになったことはありませんか？心が軽くなり、体の中から力が湧いてくる。ストレスが一瞬で消え、生きている自分を感じる瞬間です。今、多くの人はどう生きるべきかに迷い、悩み、足場を失っています。だからこそ、非日常を求め、心の疲れをリセットしようとする。でも、一度リセットしてみたところで、非日常はやっぱり日常にあらず、いつもの生活に戻れば、ストレスもたまる。重くなった心を抱えて、また非日常へ。そんな堂々巡りをしていませんか？生きにくいと嘆いてみても、世の中は簡単に変わらない。であれば、いっそ自分を変えてしまおう。わざわざ非日常に出かけなくても、毎日の生活をちょっと変えるだけで、いつも身軽に生きる方法はないものか。それが本書のシンプル生活です。生活を変えると言っても難しいことではありません。ちょっと習慣を変えるだけ、少し見方を変えるだけ。その方法を本書では禅の力を借りて紹介しています。一緒に見ていきましょう。ぼーっとする時間を持つ。あなたは日々の生活の中で何も考えずにぼーっとする時間がありますか？そんな暇な時間なんかないという人がほとんどではないでしょうか。仕事に追われ、時間に追われ、生活に追われる日々。現代はなんと忙しいことか。目の前にあるやるべきことをこなすだけで精一杯の毎日。そんな毎日にどっぷり使っていると、知らず知らずのうちに本当の自分の姿や本当の幸せが見えなくなってしまいます。一日のうち、たった10分でも構いません。何も考えずに、ぼーっとする時間を作ってみてください。周りのものにとらわれることなく、ただぼーっとしてみる。いろんなことが頭に浮かんでくるでしょうが、それらをどんどん頭の外へ流してみる。そうすると、移ろいでいく大自然の中に、今、自分が生かされていることに気がつきます。何事にもとらわれない、純粋で素直な自分が顔を出します。何も考えない時間。それこそがシンプル生活の第一歩です。脱いだ靴を揃える。昔から家の玄関を見れば、その家庭の様子がわかると言われています。履物がきちっと揃えられているか、もしくは乱雑になっているか。ただそれだけで、住む人の心の状態がわかってしまうものです。禅には、客観証拠という言葉があります。その意味は、自分の足元をよく見なさいということ。自分の足元が見えていない人は、自分自身が見えていない。ひいては、人生の行く先も見えていないということです。大げさに思われるかもしれませんが、こうした小さなことが、実は生き方に大きく影響しています。家に帰ったら、玄関で脱いだ靴をきちんと揃える。たったこれだけのこと、3秒もあれば十分です。しかしこうした習慣を身につけることで、不思議と生活すべてがキリッとしたものになる。生き方が美しくなる。人間とはそういうものなのです。まず自分の足元に目を向けてください。靴を揃えるのは次に踏み出す一歩のためでもあるのです。いらないものを捨てる。私たちは物事がうまくいかないとき、何かが足りないと思ってしまいがちです。でも、今の状況を変えたいなら、何かを得るよりも、
まず手放すことが先です。シンプル生活の基本はここにあります。執着を捨てる、思い込みを捨てる、持ち物を減らす。シンプルに生きるとは、心や体の荷物を捨てることでもあります。涙を流した後は、なぜか心がスーッとしますね。泣くことで、もやもやとした心の使いがスカッと晴れる。また頑張ろうという気が湧いてくる。心が現れるとは、こういうことだったのかと実感します。心の荷物でも、体の荷物でも、身の回りの荷物でも、手放す、捨てるという行為はなかなか難しいものです。人との別れが辛いように、時には痛みを伴うこともあるでしょう。でも、物事の流れを良くして、軽やかに生きたいのであれば、まずは手放すことから始めてください。手放した瞬間、新たに入ってくるのは、豊かさです。食事をおろそかにしない。食事をするとき、食べるという行為に意識を集中させていますか？朝食はものの数分で慌ただしくとる。昼食は会社の同僚たちと一緒に仕事の話をしながら。そして夕食はテレビを見ながら食べる。食べるという行為があまりにおろそかになっていないでしょうか？禅には喫茶喫飯という言葉があります。お茶をいただくときにはお茶を飲むことのみに集中し、ご飯をいただくときにはご飯をいただくことのみに集中することを言います。一つの惣菜を食べるときにはそれを作ってくれた人に思いを馳せる。野菜が畑で育まれている情景を思い浮かべる。自然の恵みに感謝の気持ちを持つ。昔からどんな食べ物も100人の人の手を経て自分の口に入ると言います。そういう心構えで食事をすれば、いかに自分が幸福であるかに気づくはずです。なぜ美味しいものが人を幸せにするのか。それは自分の命が他の命によって育まれていることの幸せを味わうからです。息をゆっくりと吐いてみる。呼吸という言葉は、息を吸うより息を吐くという字が先に来ています。つまり、息を吸うよりも吐くという行為が先なのです。丹田に意識を集中させて、とにかくゆっくりと長く細く息を吐く。そうやって吐き切れば、人間は自然に息を吸おうとします。その流れに任せてゆっくりと息を吸う。これを繰り返しているうちに、気持ちがどんどん落ち着いてくる。自分の体がどっしりと大地についているような気持ちになってくる。つまりは、浮ついた心から解放されるわけです。胸のあたりで呼吸をしていると、どうしても気持ちが浮ついてきます。心の中に焦りが生じて、呼吸はさらに速くなってくる。焦りやイライラのスパイラルにはまってしまうのです。怒りや焦りといったマイナスの感情が湧いてきたら、その時にこそ丹田呼吸を意識してみてください。すっと気持ちが落ち着き、心が現れるのを実感するでしょう。手を合わせる。両の手のひらを静かに合わせ、何かに祈ったりする時間。お墓参りやお寺参りだけでなく、日常でもそんな時間を持つことをお勧めします。そもそも合唱とは何か。右手は自分以外の相手です。仏様であったり、神様であったり、あるいは目の前にいる他人であったりします。そして左手は自分自身。合唱とはこの二つを一つにするという意味です。つまり自分以外の誰かを敬う気持ち。それが合唱であり、礼拝なのです。手を合わせることで感謝の気持ちが生まれ、そこには争い事は生じません。手を合わせたまま相手を攻撃することはできないでしょう。手を合わせながらごめんなさいと言われたら、怒りやイライラも収まってしまう。そこに合唱の持つ意味があるのです。家の中に手を合わせる場所を作っておくのもいいでしょう。仏壇や神棚がなくても、家の柱にお寺や神社のお札を貼っておき、
そういう場所に向かって静かに手を合わせてみる。そんな小さな習慣が驚くほど心を静めてくれるものです。もう一人の自分に気づく。最も自由に、最も楽に生きるために、禅では自分はこういう人と決めつけないことが大事だと説きます。例えばこんな風に考えてみてください。自分の中にもう一人の自分がいる。そのもう一人の自分はいつもの自分より自由で、たくさんの可能性に満ちている。その人こそ実は本来の自分、自分の中にいる真実の主人公。この主人公という言葉、元は禅の言葉です。ある高名な僧侶は自分を主人公と呼んで、はいと答え、目を覚ましているかと尋ねて、はいと答える。という問いかけをひたすら繰り返したと言います。社会では誰もが何らかの役割を担っています。それは確かに自分に違いありません。でも、実はもう一人の自分がいる。その人こそ自分の中の主人公。さあ、あなたももう一人の自分の目を覚まさせてください。起こっていないことで悩まない。禅宗の祖祖であるダルマ大師。その教えを継いだエカという弟子がいました。ある時、エカがダルマ大師に悩みを打ち明けました。私の心はいつも不安でいっぱいなんです。どうかこの不安を取り除いてください。エカが訴えたところ、ダルマ大師は言いました。よし、ならば私がその不安とやらを取り除いてあげよう。だからまず、その不安とやらを私の目の前に出してみてくれないか。これが今抱えている不安ですと目の前に並べてくれたら必ず私は取り除いてあげる。さあ出してごらん。こう言われて初めてエカは気づいたのです。心の中にある不安というもの、実はそれは実体のないものなのだと。実体がないものを恐れ、それに執着している。それがいかに空虚なものなのか。起こっていないことで悩む必要はない。今起こっていることだけ考えればいい。不安のほとんどはあなたの心が勝手に作り出しているもの。不安に実体などないのです。自分自身を大切にする。お寺の参拝者から時々こう聞かれることがあります。和尚さん、どのお守りが一番ご利益がありますか？効き目の大きいお守りはどれですか？と。どうやらお守りというのを誤解なさっているようです。だから私は皆さんに丁寧にご説明しています。お守りというのはご本尊様の分身だと思ってください。そのご本尊様を1年間預かるわけです。つまり、あなたがご本尊様を守らなくてはいけないんですよ。お守りを大切にすることで、あなた自身を大切にすることになるのです。お守りを持っているから、自分は少々無茶をしても大丈夫だろう。きっとお守りが守ってくれるはず。そう考えてはいけません。もしも自分が無茶なことをしてしまえば、それはすなわちご本尊様も危険な目に遭わせることになる。そうならないために常に思慮深い行動を心がける。自分自身を大切にする。それがお守りの持つ意味なのです。一つの見方にとらわれない。物を見立てる、道具を見立てるという言い方がありますが、この見立てという言葉はもともと物を本来あるべき姿ではなく別のものとして見るという意味で茶道の精神から来ているものです。長年使ってきた道具が古くなった。それはもう道具としては用をなさなくなった。しかし、だからといってその道具の命が尽きたわけではありません。そこに新たな使い方を見出し、再び命を吹き込む。その精神を禅では大切にしているのです。例えば、石臼がある。長年使っていれば、石が摩耗して粉が引けなくなる。しかし、そこで命が尽きたわけではない。今度は
その石を庭に置き、飛び石として使えばいい。飲み口が欠けてしまった湯飲みがあれば、それを今度は一輪挿しとして使えばいい。物の用途は決して一つではありません。使う人間の心次第で、いかようにも使い道はある。物をどのように使うか、それが見立てという発想です。物があることが豊かなのではなく、物を大切に使う方法を知ることが豊か。正しいことだけにとらわれない心の目を育てましょう。一人の人と深く付き合う。最近の世の中は上辺だけの人間関係に目が向いているような気がします。付き合いは広い方がいい。人脈が大事。もちろん仕事の世界ではそういう価値観もあるでしょう。でもプライベートなことに関して言えば知り合いなんて少なくても構わない。そもそも心の底から信頼し合える人間なんてそんなに多くいるはずはないのです。100人との浅い関係よりたった一人との深い関係を築く方が豊か。私はそう思います。禅の言葉に由来する一期一会という言葉。今のこの出会いは二度と巡ってこない貴重な縁。一生に一度のこの素晴らしい出会いの機会を大切にしましょうということです。これは出会いの数を増やそうとか、友達を多く持とうという意味ではありません。一つの出会いに集中して、心から信頼し合える関係を築く。その思いの深さ、関係の深さのことを言っているのではないでしょうか。みんなに好かれる必要はない。人と人との関係というのは厄介なものです。万人に対して心を開くことなど、いくら努力しても困難ですし、禅寺で修行していても、すべての僧侶たちが仲良くなるとは限らない。この人とはうまくやっていこう。この人とは仲良くなろう。そんなことを考える必要はありません。うまくやることに執着し、仲良くしなければと自分を縛ってしまう。嫌われたくないという気持ちばかりが先走ってしまう。だから人間関係のストレスが生じてくるのです。囚われない、偏らない、こだわらない。つまらない執着を断ち切って、悠々といきませんか。あえて嫌われる必要はないけれど、同じように、あえて好かれなくても構わない。そんな気持ちを持つことです。花が咲けば自然に蝶々がやってくる。木々に葉がつけば放っておいても鳥たちがやってくる。そして枯れれば再び離れていく。人との関係もそれと同じようなものではないでしょうか。今を生きる。人間は今この瞬間のみを生きている。だからこの瞬間を生きることのみに心を尽くす。それが禅の考え方です。三世に生きるという言葉があります。三世とは過去、現在、未来のこと。仏教でよく耳にする阿弥陀、釈迦、弥勒というのはこの三世をそれぞれに象徴する仏様のことです。これはどういう考え方かというと、例えば一回呼吸をします。息を吸って吐く。確かに吸っている瞬間は現在ですが、その息を吐いてしまえば、それはすでに過去になってしまっている。この動画の前の段落を見ていたときは、もうすでに過去のあなた、そして次の段落は未来のあなたということです。嫌なことがあって落ち込んでいる自分も、目の前でパンと手を叩いてみれば、その次の瞬間は元気でやる気に満ちた自分に生まれ変わっている。映画のシーンが切り替わるように、全く違う自分になっている。大切なのは、今日というこの日、この時間、この瞬間です。平凡な一日こそ感謝する。とんちで有名な一休和尚が、ある商人の孫ができたお祝いに、何かめでたいことを書いてくれ、と頼まれました。
そこで一筆。親死に、子死に、孫死ぬ。それを見た商人は、怪訝な顔をしたそうです。どうしてそんな縁起でもないことを書いたのでしょうか。商人は一休に訴えました。一休は言いました。親が先に死に、次に子供が死に、そして最後に孫が年老いて死ぬ。それが本来の順番だ。そして、この順番通りに死を迎えられることこそが、その家にとって一番幸せなことなんだ。まさにその通りだと皆が感心したそうです。親、子、孫、順番通りに死を迎えられること。今日も何もなく平凡な一日を過ごせること。呼吸をして、仕事をして、眠ることができること。一見平凡で当たり前のことこそ、実は何よりすごいことだったりするのです。淡々と毎日を過ごせることの幸せ。幸せはすぐ近くにある。守られていることを意識する。仏教の考えでは、人は皆仏様の手の上にいるとされています。いくらあがいたところで、所詮は棚心の中で泳がされているだけ。そう言うと諦めのように聞こえるかもしれませんが、むしろ逆です。思い通りにいかないことがあっても、情けない自分でも、結局は仏様の手の上で守られている。だから、勇気を持って前に進みなさい、ということです。人は皆一人で生きています。確かに一人なのですが、あなたが生きる姿は全部仏様が見てくれている。そう思えば元気が湧いてきませんか？いいところもダメなところも仏様は見てくれている。そう信じて前を向くことです。無条件で自分を守ってくれる存在があるというのは、どんな時でも心強いものです。それが目に見えないものであっても、その存在を強く信じることで、心の底からじわじわと大きな力が湧いてくる。人というのはそういう生き物だと思います。自分との約束だけでは心もとないから、仏様との約束を交わす。そうすれば、信じる力は何十倍にもなるのです。お金に縛られない。時々、お坊さんというのはお金の悩みがないものですかと聞かれることがありますが、これは少々答えに困る質問です。いくら私が禅の坊主とは言っても、やはり生活をしていくためにはお金は必要です。自分が生きるために必要なものも買わなければいけない。禅の教えでは、お金を求めること自体は悪いことではないけれど、決してお金に縛られてはいけないと言っています。日本の総道宗を開いた道元禅師は、修行者は名門利用にとらわれてはいけないと戒めました。名門とは名声のこと、利用とはお金のことです。不思議なもので、お金とは執着すればするほど逃げていくものです。お金のことを考えるのではなく、今自分がやるべきことだけを考える。どうすれば社会に貢献できるのか。自分は何をすれば世の中の役に立つのか。それをしっかり考えて行動していけば、必要なお金は世の中を巡り巡ってあなたのもとにやってくるでしょう。命を大切に使う。突然ですが、命とは誰のものでしょうか。自分のものに決まっていると即答した方、ぜひ一緒に考えてみましょう。仏教の世界には寿命という言い方があります。定められた命。人にはそれぞれに寿命がある。生まれ落ちたその瞬間から、その人間は一生の長さが決められている。その長さは自分も家族も誰もわからない。つまり、生きるというのは預かり物の命を大事に使うことなのです。命は決して自分の所有物ではなく大切な預かり物。
そして寿命が来ればその命を大切に大切にお返しする。中には命を長く預かる人もいれば、十数年という短い時間だけという人もいます。なんとも仏様とは不公平なものだと思われるでしょう。しかし仏教で説くのは、命の価値イコール時間の長さではないということです。大切なのは自分に与えられた命をいかに使うかということ。今日一日、あなたは命をどのように使いますか？